はい、どうも皆さんこんにちは。隙間でまるっと医療統計を勉強するチャンネル、隙まるです。医療統計について知りたいけど学ぶ時間がない、何から手をつけていいのかわからない、そんな皆さんのお力になれるような動画を2人の内科医師でお送りしていきます。一緒に楽しく統計リテラシーを高めていきましょう。今回は第1回ということで、一番基本となる部分から、平均値と中央値についてお話ししていきます。まず最初にいきなりこの動画の結論からいきます。1つ目、平均値中央値はいずれも代表値。2つ目、データの分布によらず代表値として使い勝手がいいのは中央値。順に解説していきます。ではまず最初に代表値とは何ぞやという話からしていきます。代表値というのは、そのままの意味なんですが、データを要約して一つの代表的な値にまとめてしまおうというものです。平均値も中央値もいずれもこの代表値っていうものの一種なわけです。実際皆さんも生活の中で医学に限らずいろんなデータ、数値を扱うことがあると思うんですが、その一つ一つの生データをこうつらつら述べていたら全然頭に入ってこないですよね。そこで使うのが代表値というわけです。ちょっと一例としてアルバイトの勤続年数について考えてみたいんですけれども、今ここにちょっと9人のアルバイトスタッフがいるようなレストランみたいな、そういうところをちょっとイメージしてみてください。この職場の勤続年数なんですが、ある人は4年目、ある人は新人で1年目、また別の人は3年目、で、3年目、2年目、3年目、4年目、2年目、5年目と、そういう状況になってます。はい。で、この時点でつまり大体みんなこの何年なんですかと、こうせっかちな皆さんは言いたくなったと思います。思いましたよね。で、こういう時に、平均値というものが活躍するわけですね。平均値を使えば、このデータを一言で言い表すことができるということです。求め方は至って簡単で、すべての値を足して、そのデータの数で割れば求められます。でそれがこの平均値という概念です。今回の例で言うと、3ということになりますね。つまりこの職場は端的に言ってしまえば、平均勤続年数3年の職場ということになります。ちなみに平均値は英語で mean と書きます。で、ここでこのデータを別の方法で要約する手法として中央値というものがあります。中央値というのはデータを小さいものから順番に並べていって一番真ん中の値を指すという単純なものです。実際今回の例でデータを並べ直すとこんな感じになります。1、2、2、3、3、3、4、4、5となっています。でここで真ん中の値はと言われると3ということになります。つまりこの職場は端的に言えば勤続年数の中央値が3年の職場ということになります。今回の例ではたまたま平均値も中央値も3になっているということですね。ちなみに中央値は英語でミディアンと書きます。古い教科書とかだとメジアンって書いてあることもあります。一応今回の例ですと9件のデータということで奇数だったのでちょうど真ん中の値というのが実在したんですけれども、偶数のデータだったりすると実際に真ん中の値っていうのはちょっと存在しないですよね。その時にどうするかといえば真ん中の2人の平均を計算してそれを中央値にします。つまりとにかくこの全データの一番真ん中の値が中央値っていうことです。シンプルです。ここまでよろしいでしょうか。ここで一旦まとめます。データを要約して一言で伝える。その代表値として平均を示す方法と中央値を示す方法があるということです。平均値は全部足してデータの数で割ったもの。中央値は一番真ん中の値です。ここからはじゃあぶっちゃけどっちを使ったらいいんですかっていうところに関して考えていきます。実際いろいろ細かい話はあるんですけれども、今回ちょっとバッサリ切り捨ててしまって一番基本となる部分だけ述べていきたいと思います。で要するに中央値と平均値どっちを使うべきかと言われれば、もうポイントはたった一つ、データの分布によるです。ただそのデータの分布によらず代表値としていつでも使い勝手がいいのは中央値の方です。じゃあちょっと実際に見ていきましょう。ちょっと分かりやすくするために先ほどのアルバイトの勤続年数の例をしっかりグラフにまとめてみたいと思います。でこのグラフちょっとオシャンティーな言い方でヒストグラムって言います。横軸にデータの値を取って縦軸にそれぞれの値を取ったデータの個数を取るグラフのことです。ともかくこの先ほどの例をこのヒストグラムにまとめてみるとこんな感じになります。勤続1年が1人、勤続2年が2人、勤続3年が3人、勤続4年が2人、勤続5年が1人。さっき計算したように平均値も中央値もどっちも3年ということになっています。このめちゃくちゃ綺麗に左右対称になってますよね。でその上このちょうど平均値と中央値の部分、一番真ん中にボリュームゾーンがあって釣り鐘型になっている分布です。ベルカーブと言ったりしますね。
一応今回は細かい説明を割愛したいと思うんですけど、こういう分布は正規分布という名前がついています。こういう分布であれば平均値や中央値、いずれにしてもきちんとデータの代表値として妥当な値になってますよね。では次、こういう分布どうですかね。バイトの勤続1年目の人が5人、2年目から4年目は1人もいなくて、5年目が4人いるっていう状況です。左右非対称で、先ほどの分布とはちょっと全然違いますよね。ここで平均値求めると、1年目5人と5年目4人の平均は 2.78 年になります。でもここで、例えばこのオーナーシェフとかが、うちのバイトの勤続はね、だいたい平均 2.7 年ぐらいだねって言ったとして、しっくりいきますかね、皆さん。全然来ないですよね。実際 2.7 年働いた人は一人もいないわけですから、全然このデータの分布を代表できてない、代表値として妥当なものになってないっていう状況ですよね。一方、中央値を求めると、下からちっちゃい順に並べていくとですね、111115555となるので、真ん中の値は1になってます。この仕事の現場では、バイト1年目の人がたくさんいるわけで、平均勤続年数 2.7 年ですって言われるよりは、勤続の中央値は1年ですよと言ってもらった方が実態に即しています。これが中央値の強みということですね。分布によらず、まあまあ妥当な代表値になってくれるということです。さらに中央値の場合、極端な外れ値があっても引っ張られにくいというのもポイントです。例えばまた別の職場を考えてみます。7人のバイトが働いている職場で、バイト1年目が2人、2年目が2人、3年目が2人、で15年目のちょっと長老みたいな人が1人という場面をちょっとイメージしてみてください。この時、この職場の平均勤続年数を求めると 3.8 でだいたい4年ぐらいということになります。でも実際全然そんなことはないですよね。4年働いた人は1人もいないので、データの要約としては不適切です。そこで、今度は中央値を見てみると、2年目が一番真ん中、つまり中央値が2になっています。この職場の勤続年数を一言で表す代表値としては、平均値よりも中央値の方が優れている感じがしますよね。実は全く同じ問題が年収について言われています。実際の日本人の年収の分布をグラフにするとこんな感じになっているんですけれども、よく統計データで平均年収は何百何十万とか言われているものの、実際にはそんなにもらってないですよという方も結構いらっしゃるわけですよね。で、なぜそこにそういう乖離が起きてしまうかというと、やっぱりこのデータの分布が左右対称の釣り鐘型の分布ではないからということになります。実際にはこのめちゃくちゃ少数のこの腰抜かすほどめちゃくちゃお金を稼いでる人たちっていうのが実在していまして、この右の方に結構いらっしゃるわけですね。で、結果このグラフはずーっと右の方に長く尾を引いていくので、平均値をそういう大富豪の方たちが上に引っ張り上げてしまっているわけです。そこで実際にこの年収のデータを全て横並びにして、背の順の状態にしてですね、真ん中の値、つまり中央値を求めると、もっとずっと低い値になることが知られています。このグラフでちょっといきなり最頻値という新しい概念がしれっと登場しているんですが、これはもうこの文字通りですね、一番頻繁な数値ということになっています。で、この一番頻繁な数値、最頻値となる年収帯はどこにあるかというと、さらに低いところにあることが知られています。最頻値と平均値がそれだけずれてしまっているので、それは平均年収を言われてもピンとこない人が多数派になってしまいますよね。要するに年収というこの統計量に関しては代表値として平均値を使うことは適切ではないということです。ということで今回の動画のまとめです。平均値、中央値はいずれも代表値。平均値は左右対称釣り鐘型の分布の時以外、ちょっと代表値としては微妙。で、中央値はデータの分布によらず代表値として使い勝手がいい場面が多いですね。本日は以上になります。こんな感じでシンプルに、なるべく数学的な込み入った話はなしで、医療統計の外観を一通り一緒に勉強していけたらなと思っています。この動画がためになったよという方はチャンネル登録、いいねボタンを押してもらえるとめちゃくちゃモチベーションになりますのでよろしくお願いします。ではまた。